今日の朝食はアップルパイ。なんか面白い形。天墓地を出発して、今日はディンボチェまで。あれ、ディンボチェってこっちなのかな、ちょっとわかんねえ。道間違えてるかな。今日の朝までいた宿は日本人のツアー客がいて、で一昨日もすれ違ってたんですけど、で昨日食事中話したりしてたんですけど、なんか彼らはガイド何人かと、あとポーターと、あとゾッキョ荷物運び用にゾッキョを3頭連れてるらしい。すごいですね。あとコックさんもいるって言ってた。だからなんか醤油とかマヨネーズとか持ってきてるらしくて、それでなんか料理作ってんだって、宿で。すごいっすね。ゾッキョ連れてるってめっちゃびっくりしたわ。すげえな。今朝は結構寒くて、もう標高が4000メーター近いってのはあるんですけど、地面は霜が、あとちょっと水たまりが凍ってたりって感じで、今日はで伝墓地まで行くんですけど、伝墓地はね一気に標高が上がって4400何十メートルかで、もう今日で4000メートル台に突入っていう感じですね。前回、去年宿泊したランタンの一番奥の村は4300何メートルだったな。だからそこより高いってことになるから、宿泊するんだったら、今までで一番標高が高いところに今日がなりますね。伝墓地。今朝食べたアップルパイ、なんか美味しかったな。今まで食べたことない感じの、なんか揚げパンに近いのかな、どっちかって言ったら。パイっていうか外側が揚がってて、油で揚げてて、サクサクしてて、でリンゴがなんかね千切りみたいになっててシャキシャキしてるんですよ。そう、それが美味しかった。ただね、高いあそこの宿は、天墓地ゲストハウス、めちゃくちゃねダルバートが美味しかった。アップルパイも美味しかったし、でも高いのは多分ここから先全部一緒だと思うから、天墓地に泊まるんだったらなんかもう一つ大きいホテルもあるんだけど、なんかね一人旅あんま歓迎されない感じだったから、天墓地ゲストハウスの方がいいかも。正面にアマダブラムが、すごいね、なんか分かりやすい形してる。むしろアマダブラム以外あんまり分かんないんですよね。アンナプルラの方はなんか結構分かったんですけど、こっちは分かんないな。これ何キロあるんだろうね。すごいな。すごすぎる。何キロあるんだろう本当に。俺10キロちょっとの荷物でも本当にしんどいのに、すげえな。
ベースキャンプまで15時間、3900メートルコスト、こんな感じでなんか石垣みたいながあって、あと結構ヤクがいますね。あ、そうだ、ヤクとゾッキョの違いなんだけど、ヤクは毛が長いやつで、ゾッキョっていうのはなんかヤクと牛の交配種で毛が短いやつ。まあなんかこういうロッジ街っていうか村は基本どこも同じような雰囲気で、まあなんかお店の名前とかも一緒だったり、まあ多分看板が使い回しなんだと思うけど、だから今日の朝までいた展望地はちょっとっていうか、こういういつものロッジ街とは全然違って、なんかね、アンナプルナベースキャンプ的な雰囲気があって、僕はすごい好きでしたね。お寺とか好きな人も展望地に泊まったらいいと思う。あと夜の景色が、夕方の景色がなんか3時過ぎると一旦雲で天田ブラムとか全部山が見えなくなるんですけど、そこからねまたしばらくすると雲が切れて、なんか山の一部分だけ見えたりして、それがすごい神々しくて、それが良かったですね。これが毛が長いやつ。おはようございます。で、今んとこ高山病の薬ダイヤモックスは持ってきてるけど一回も飲んでなくて、なんかまあ予防として高山病予防でなる前から飲むとしたら3000メートルに到達する前の日に飲むのかな。朝晩 125ミリグラム、1錠がね250グラムなんだけど、それを割って半分に折って朝晩飲むと。で 3000メートル着いた日にまた朝晩飲んで、でその次の日に朝晩飲んで、で4000メートル以降はもう飲まなくていいみたいな感じの飲み方らしいんですけど、ちょっと間違ってたら申し訳ないですけど、でもしなった場合は折らずに1粒を折らずに 250mg を朝晩飲むとっていう飲み方らしいんだけど、僕は今んとこねなってないし、飲まなくていいかなって感じ。ナムチェで 3400m で2泊してるから大丈夫かなって。去年はアンナプルナベースキャンプが 4100m なんだけど、ゆっくり登らずにすごい速さで登っちゃって、確か2000メートルぐらいからベースキャンプまで一気に登ったら高山病になって、でなんか知り合った人に薬もらって、それでちょっと良くなったんですけど、今回は大丈夫かな。また集落が見えてきた。ディン墓地は全然もっと先だと思うけど、あんまりあそこはまだ標高も高くなさそうだし、いつの間にか森林限界を突破したのかな。標高高くなると
もう高い木がなくなってこんな感じでもう景色が開けてくるんで、歩き始めた時は結構こううっそうと茂ったうっそうとした、森の中を歩くことも多かったけど、こっから先はもっとね荒れた雪山の景色になってくると思うけど、5000m は僕インドでラダックでバイクで 5400m は行ったことあるんですけど、歩いては行ったことないからちょっと楽しみですね。めちゃくちゃ寒そうだけど。ABC だったらアンナプルナベースキャンプまで行くトレッキングだったらもうこのぐらいの標高な、もうちょい前かな、目の前にフィッシュテールっていうマチャプチュレっていう山が見えて、そう、今はちょっとなんていう山かわかんない、ローツェとかかな、おそらく。こっちはアマダブラム、標高 4000m 近くなっても、昨日と変わらず、むしろ標高低い時と全く変わらない服装で、ダウン最初着てたけど脱いじゃって、そうだ、今日はヒートテックだけ追加して、はい、こっから先は 4000m 超えて 5000m 超えたらさすがにダウンとか着て歩くことになると思うんで、今は、この通りめちゃくちゃいい天気で晴れてて、歩いてるとねすごいあったかい、汗かくってわけでもないけどちょうどいい、めちゃくちゃちょうどいい気温。すでに 4000m を超えた。4044m らしい。ここはソマルっていう村で、4010m だって。4010m、ところどころ表記は違うけど、とりあえず 4000m 超えましたね。去年はここら辺がアンナプルナベースキャンプの標高って感じ。だいぶ歩く道も結構変わって、あとずっとこんな感じなのかな。急な登りとかあんのかな。もう 4000m 超えて、なんかでもゆっくり芝原屋からゆっくり登ってきたから、あんまり標高の高さとかあんま感じないな。4000m 超えると軽く地面の水も凍ってきて、そんな寒く感じないんだけどな。さっき看板があって、リンボチは見えるかな。ここのね続いてる道を右に行って、ちっちゃく人が見えるあっちの雪山の奥の方に登っていくと、でこっちに行くとなんて書いてあったっけ、また違う方に登っていくと。僕はこっちですね。雪山めがけて、雪山めがけて歩いてると鼻水がすごい出てきて、ネパール人は手でね鼻かんでピーって手鼻っていうらしいけど、
やったりしてて、あと去年はね花粉が結構ひどくて、今年は花粉症対策にヒスタグロビンっていう注射を打ってきたんですけど、効果があるのか分かんない。鼻水が出る。貧乏地へ向けてあの山の向こうかな、おそらくすごい勢いで川が流れてきてる。多分もうすぐ行ったら氷河とか見えてくると思うんだけど、その氷河が溶けて川になって最終的にガンジス川とかに流れるらしい。すごいっすよね、水の流れ。4400メートル台まで上がっていくと、すごい川の流れ。僕が行くのはこっちの谷の向こうだ。さて、リンボチェ、見えるか、見えるか、見えないな、多分見えない見えないわ、全然見えないわ。どこだ、リンボチェどこ。まだ谷の向こう行くのかな。トレッカーが続々と、ディンボチェ方面に歩いてきてますね。まあでもあんまり多くないか。シーズン中のエベレスト街道って富士山みたいにすごい並んで歩くイメージがあったけど、そんな思ったより多くなかったな。でもやっぱルクラとかナムチら辺はかなり多かったけど、ここまで来たらまばらになってくるね。まだ見えない。リンボチェ、見えた今。ちょっと思わずって言っちゃったけど、あれだな、見えたぞ。でもさっきからこの坂登り始めた時が4020メートルだった気がするけど、そんなに登ったかな。400メートルも登ったかな。多分あれでしょう、リンボチェ。またしても山に囲まれた開けた場所にあって、まあそうだな、もう多分こっから先はいつもみたいなロッジ街村じゃなくて、多分こういう開けたゲストハウス街というかロッジ街になってくるんだろうな。すごくいい天気で、今日も、あれがリンボチだとしたら今日も午前中にで、まだ10時前だ。今日は朝6時45分ぐらいに出発したから、日本人のツアーの添乗員さんと昨日の夜話してて、明日はもう目的地一緒だから明日また会いましょうみたいな感じで話してて、今日も朝会って、じゃあお先に行ってきますと。彼らは遅れてっていうかゆっくり来て、同じ宿になるか分かんないけどまた会うことでしょう。でもこのトレッキング中に日本人と話したのはそのツアーの方たちだけだな、確か。そうだった気がする。でもさっきね、すれ違った仙人みたいなおじいさんが、おじいさんって言っちゃったな、仙人みたいなおじさんが
リュックにね多いお茶とかが刺さってたから、日本人かもしれない。子供になんか折り紙プレゼントしてた。かっこいいね。思ったよりでかいディンボチェで、今目についた緑色の屋根にグッドラックって書いてある。ありがとう。グッドラックありがとう。ここにも、ストゥーパがあって、すげえな。思ったよりでかい。宿がいっぱいあるな。まあちょっとこの今見えてる村がディンボチェかどうかは正直まだねディンボチェだと思うけど、おそらくまあね、こう見た限り宿がいっぱいありそうだから大丈夫だと思うけど、例えば昨日泊まったディンボチェとか宿が3つぐらいしかなかったかな。で1箇所目は満室って言われて、なんか予約されてるって言われて、だから泊まれないってこともありえるんですよ。で去年はアンナプルナベースキャンプ ABC のロッジね4軒ぐらいあったんだけど全部満室って言われて、なんか団体客がもう予約してて、僕着いた時午前中着いて宿ガラガラだったのに予約されてるからっつって、今日は食堂で寝てくれって言われて、ああマジかっつって、まあでもね宿満室でも食堂で寝れるんですよ。ガイドとか、僕はガイドもポーターも雇ってないですけど、ガイドとかポーターとかはみんな昨日の宿もそうだったけど食堂で寝たりしてるんで、その人たちと一緒に食堂で寝たりしてってことが可能だから、ぶっちゃけ宿が満室って言われても投資したりしないんで大丈夫です。で去年はアンナプルナ ABC で食堂で寝るってなったんですけど、なんか最終的にやっぱこっち来いって言われて、奥の物置みたいなとこ連れてかれて、その物置開けたら中になんか簡易ベッドがたくさん並んでて、なんか予備の部屋だったのかな、そこに同じく宿満室って言われた韓国人のなんか仏教の修行してるって言ってた韓国から来た男性の方と、あとその人が連れてたガイドと3人で寝て、で僕は夜中にその韓国の方に起こされて、外出ろって言われて外を連れ出されて、そしたらもう星がめちゃくちゃ綺麗で、最終的に宿満室でそこに泊まってよかったなってすごい思った。Is this ディンボチェ？ Yeah. OK, thank you. ディンボチェ確定ディンボチェ確定した。そうで、その韓国の男性の方に薬もらったんですよ、高山病の。だからすごくありがたかった。やったー、ディンボチ着いた。めちゃくちゃ早かったな。早いな。今だって10時だからな。3時間かかってないな。これもゲストハウスで、こっちに映ってるのもゲストハウスで、スノーライオンロッジフレンチベーカリーカフェっていうおしゃれな看板が、やっぱなんかカフェっていいっすよね。僕コーヒーが好きで、だからね、ネパールはコーヒーがね、ネパール産のコーヒーっていうのがあって、オーガニックって言われて、もうオーガニック本当かどうか分かんないけど、ただほったらかしで育てられてるのか分かんないけどあるんですよ。カトマンズとかでもね豆売ってて、去年買って帰ったんですけど美味しかった。でインドはあんまりねコーヒーをねドリップしてくれるお店っていうのがあんまないんですよ。ほとんどネスカフェかあってもエスプレッソ系のコーヒーしか飲めない。ただポカラ、ネパールの
カトマンズじゃなくてポカラっていう町があって、トレッキング終わったらそこに行こうかなと思ってるんですけど、ポカラはね美味しいコーヒーが飲めるんですよ。ちゃんとドリップして入れてくれるお店がいっぱいあって、でしかも日本と違ってネパールはね一杯がねすごい多い。マグカップなみなみ、日本の2倍ぐらいあるんじゃないかな多分。それがいいとこですね。ここもゲストハウス。どうしよっかな。ディンボチェ、ついに4380メートルに4380メートル着きましたね。まあでも多分高山病は大丈夫かな。多分大丈夫だな。カフェ4410、標高は高いけど雰囲気が暖かい。危ねえ。じゃあ踊ってる。結局ここにしました。500ルピーの代わりにこのゲストハウスの併設されたレストランで食事をしてくれと。っていうか全部そうだな。まあそうだよね。4400何メートルかだけど全然お散歩できるぐらいあったかいって言ってもダウン着て、ついには下にタイツとかも履いちゃったけど、まあね、それであったかいんだったら全然。結構思ったよりでかいディンボチェ。今日はなんだっけな、まあいい感じの宿にチェックインして、はい、思ったより早く着いちゃったから、このいい天気の中をブラブラお散歩して、向こうから来たと思うと、いや毎回言ってるけど芝良屋ってとこから歩いてるから、本当に何キロ歩いてるんだろう分かんない。てか寒くてろれつが回んない。風が強くて、ほらタルチがすごい雨で風が強くて冷えますね。まあでも全然僕めっちゃ寒がりなんですけど、全然ね外を歩けるぐらい。もう寒かったら外出たくないですけど、今日はね元気だし天気もいいし、まだ時間も11時ぐらいだし、ちょっとさらに上に登ろうかなと。こっちは何があるんだろう。結構登ってくな。さすがにあそこまではいいかな。まあ明日はここがディンボチェで、明日はロブチェってとこまで、行くんですけど、ロブチェは標高ディンボチェでしょ、ロブチェは標高が4910メートル。まあなんか500メートルぐらい登る感じですね。もしかしてこっちなのかな、ロブチェって。こっちかもしれない。こっちなのかな、可能性はある。てっきり僕あっちかと思ってたけど、わかんない。
下聞いてみるか。さすがに 4400m なんですごい寒いんで、もう多分ここから上はもう顔にこう風が当たって顔が寒いんで、もうこんな感じで、こんなもう根っこまで顔を覆って、もうニット帽で耳も覆ってって感じでいくと思います。頭をね冷やすなって言われるんですよね、ネパール人のガイドとかが。頭を冷やすなってめっちゃ言ってくるんで、そうなんですよ。あと寝てる間ね頭がすごい寒い、足も寒いと、多分今日も